第15章網の星銀河人形を行く。まるでおもちゃの世界を見ているようだった。そこは子供向けのアニメーションに出てくるような小人の街によく似ていた。色とりどりの鮮やかな色で塗られたキノコの形をしている家があるかと思うと、球体をして空中に浮かんでいる家もあった。ほとんどの家の窓は美しい花や植物でいっぱいに飾られていた。そして僕の見た限り、一人の例外もなくすべての人がみんな子供だった。僕たちが子供の姿でいるのが好きだからといって、みんながみんな子供だっていうわけじゃないよ。でも心の中はいい意味でふざけ好きの無邪気な子供みたいなもんだけど。だから我々の世界を人形と呼ぶんだ。僕はまた文明世界は皆同じようなものかと思っていたよ。というと、とんでもない。もしそうだったらとても退屈だよ。それぞれの世界が自分たちの好みの傾向に従って、それぞれ独自のスタイルを持っているんだ。見て、あれ。空を飛んでいる乗り物が近くを通過していくのを見て、ビンカが叫んだ。リンゴのような果物の形をしていて、そこに笑っている動物や花や星や雲が描かれていた。宇宙船を除いて、ここの乗り物は皆我々のファンタジーを元にして作られている。中を覗いたらもっとびっくりするよ。でもどうしてこの円盤は違っているの？この円盤は宇宙船だから、新興世界の規定に従って作られている。視覚的混乱を避けるためなんだ。ほら、君たちの世界の都市にはよくあるだろう。鉄鋼とガラスでできた高層ビルのそばに中世の大寺院や教会があったり、看板や電柱や電線がむき出しになっていたり、まさに視覚的な大不協和音を奏でている。あれじゃあの愚鈍なガラポダクティルの神経だっておかしくなっちゃうよ。何のことを言ってるのか聞こうかと思ったちょうどその時、遠くの方からぬいぐるみの白熊のような巨大な動物が近づいてきた。それは巨大なビルぐらいの大きさはあっただろう。アミは笑っていた。あの熊が今我々を飲み込んでしまう。でも心配無用だ。これはとても愉快なおもちゃなんだよ。まさにその通りだった。建物のように大きな熊は僕たちの前に来ると、その大きな前肢を広げて円盤を捕まえた。前肢が全く円盤に触れなかったところを見ると、何か磁気のようなものが使われたんだろう。そしてそのバカでかい口を開けたかと思うと、僕たちを一気に飲み込んでしまった。ホーミは僕たちが仰天している様子を見ておかしくてたまらないようだった。でもなんとなく遊園地にでも来ているような気分もあったので、真っ暗な口の中に入ってもそれほどは驚かなかった。操縦室の中がバラ色に染まった。クマの内部では胃袋とか内臓とか肋骨とかの代わりに目を見張るような光景が展開していった。現実離れした幻想的な森、夢に出てくるようなお城、架空の風景などをバックにして、まるで子供のおとぎ話に出てくるようないろいろな姿をした人たちがたくさん踊り出てきた。それは笑顔をたたえた小さな人たちの行進だった。それが本当に実在する人物なのか、それとも映像による虚像なのか全くわからなかった。ひょっとすると電気仕掛けの人形なのかもしれないと思ったりしたが。ペドリータ、これは昔の子供向けの童話の登場人物なんだよ。人々が仮装したものを映したものなんだ。じゃあ、これから三次元の超リアルな立体映画を見てみよう。巨大なおもちゃの体の内部をさらに下っていった。ずっと下っていくと、今度は明るい緑色の美しい光が差し込んできた。さっきの光景よりさらに幻想的だった。絶えず移り変わりゆく色彩の人のようなシルエットと鮮やかな色の背景の間に透明な姿をした人たちが何か浮かんでいるのが見て取れた。これは別の次元に住んでる人たちの映像なんだよ。
彼らは地のせい、水のせい、空気のせい、火のせいなど、皆妖精たちだ。ビンカは驚いて聞いた。じゃあ、この人たちは本当にいるの？もちろんだよ。君や僕やトリッピングと同じように、ちゃんと実在しているんだ。オウミがまた変な名前を言ったけど、僕はもう何も質問しなかった。確信はなかったけど、多分また冗談でも言っているんだろうと思ったからだ。これから一番最後のところに入るよ。でも怖がることはないからね。今度は琥珀色、飴色のような光が円盤の内部に差し込んできた。窓の外を見ると、もっと信じられないような光線が目に飛び込んできた。その人たちは人間の形はしているが、全身が火で覆われていた。赤や紫や黄色や青、緑、白の炎だった。すべて火に包まれていて、目を覗けば顔ははっきりしていなかった。でもなんという目。魅惑するように鋭く、見通すような目。それでいて優しく凛とした視線だった。そのうちの一人が僕たちをしっかりと見つめながら近づいてきた。そして驚いたことには、円盤の窓を通り抜け、操縦室の中に入ってきた。僕はみんな燃えて火事になってしまうかと思った。もしその赤く燃えてる人が僕に少しでも触ったら、と考えただけでもとても怖くなった。怖がらないで。とアミの声。これみんな遊びだよ。大きく目を見開いて、目の前で全てを炎に染めて踊っているその存在を見つめていた。赤い炎の人は窓を突き抜け、また円盤の外へ戻っていった。そして今度は黄色い炎の人が中に入ってきて、凄まじい炎のダンスを繰り広げ始めた。もし動きの中に秘められている言葉の意味が理解できたなら、宇宙の大きな真実が発見できるよ。とアミが説明してくれた。黄色い炎の人が出ていくと、別の色の炎の人が入ってきた。そうやって順々に全ての人が入れ替わり立ち替わり、そのダンスを披露し終わり、最後の白い炎の人が退くと、大きな扉が開いて、僕たちは巨大な熊の背中から外に出た。アミは僕たちが質問してくるのを嬉しそうに待っていた。あの人たちは誰なの？彼らは太陽に住んでる人たちだ。でも皆映画だよ。映写だ。当然のことだけどね。映写であるわけがないよ。彼らは円盤の中に入ってきた。それにどこにもスクリーンなんかないし。光線がガラスを通して映像化されるんだよ。そのシステムを僕は全く理解できなかったけど、アミの言葉を信じるしかなかった。もし彼らの一人が実際に円盤の内部に入ってきたとしたら、我々は溶けてなくなっちゃうよ。とても高い温度なの？温度だけじゃなくて振動のレベルが我々にはとても耐えられるものじゃないんだよ。じゃあ、今度は僕の住んでいるところへ行こう。円盤は猛スピードを出すと、数秒後には惑星の極の近くに着いていた。辺りは一面雪に覆われていた。もう夜になっていた。この近くに僕の家があるんだ。見てごらん。小さくてとても魅惑的な村があった。その村を見ているうちに、いつだったかずっと前に僕の家にあった水で満たされた球状の置物を思い出した。その中には小さな家や田園の風景が入っていた。ひっくり返すと、細かな白い断片が一斉に降り落ちて雪のように見えた。円盤から見えた外の風景はそれによく似ていた。柔らかそうな大きな塊の雪がたくさん静かに降っていた。木々も丘も家も皆すべて白く覆われていた。家は皆球体をしていて、地面から数メートル浮かんでいた。家々には皆大きな窓があり、内部の光が外に漏れていた。中にはガラスのように全く透明な家もあるが、どの家にもカーテンは見当たらなかった。
窓は住人の好みで暗くも透明にもすることができるらしかった。大抵の家は中で生活してる人の様子が外からよく見えた。僕たちには特に隠すようなものがあまりないんでね。ホーミが笑っていった。この辺りはあまりおもちゃみたいな印象はないわね。とビンカ。ここは寒いところだからね。地理的気候的な特徴に合った建物の型を取り入れているんだ。さっき見た町は暑いところに位置している。あの町をここに持ってきたら不調和になってしまうだろう。暑いところに住んでる人は寒いところに住んでる人よりずっと遊び好きなのかと聞いてみた。一般的に言って暑いところに住んでる人は陽気な傾向にある。寒いところに住んでる人の遊びはずっと穏やかだ。でも宇宙のすべてが遊びなんだよ。それぞれに皆独自のスタイルがある。世界、村、施設、そして一人一人がね。ある人は未開人のような恐ろしい遊びが好きだ。彼らの遊びは神の遊びからずっとかけ離れている。また別の人たちはもっと進歩した遊び、より平和な遊び、みんなのための愛に基づいた遊びが好きだ。こっちの方がずっと宇宙の真実の方向に近いんだよ。ビンカは少し考え込んでから言った。神が遊ぶなんて一度も考えたことなかったわ。私、いつも神ってすごく真面目かと想像していたの。愛に満ち溢れてはいるけど、神の言うその神の遊びってどういうことなの？宇宙とは神の創造による創造なんだ。それは芸術であり、一種の遊びだよ。人生と遊びのルールの本当の意味を魂が正しく捉えることができるようになるまで学び続けていくことなんだよ。人生には我々をまっすぐ幸せに導くためのたった一つの秘密、たった一つの方法があるんだよ。行儀よく振る舞うこととばあちゃんの口癖を思い出していったら、オミもビンカも笑った。そしてオミは間髪を入れずに言った。行儀よくするという言葉はいろいろな意味に取れる。もし怒られるのが嫌で規約や命令を守るのだとしたら、それは幸せには結びつかない。でもその言葉には幸せへと確実に導く別の意味もあるんだよ。あまり気を持たせないで早く言って。ビンカが少しイライラしていった。幸せな人生を生きるための唯一の秘密、たった一つの方法、それは愛と共に生きることだ。とアミは操縦席から立ち上がりながら言った。それだったらもう前にも言ったと思うけど。もちろん言ったよ。いろいろ形を変えて何度も言われてきていることだ。いや、何千回と言われてきていることだよ。宇宙のすべての偉大な死はそれ以外のことは言わなかった。すべての本物の宗教はすべてそれを説いている。もしそれを説いていなかったとしたら、その宗教は本物じゃない。だって宇宙の基本法にのっとっていないからね。愛に関して少しも新しいものはない。宇宙で最も古いものだ。それなのに愛とは感情的なセンチメンタルなことであり、人間の弱さであり、愛を云々するのはバカのすることであると思っている人は数えきれないほどたくさんいる。人間にとって本当の良いこと、素晴らしいこと、それは必ず知能や理論、物質的収益やずる賢さ、あるいは肉体的な強さの方にあると思い込んでいる。これじゃまるで外のきれいな空気を軽蔑して洞穴の中で窒息しかけている原始人みたいなもんだよ。この人間の最も基本的なもの、つまり愛の必要性は何度繰り返してもいくら言っても言い過ぎるということはない。中にはそれを知っている人もいる。でも仮に知っていたとしても自分の人生でそれを実践しようとしないし十分ではない。それでは決して幸せにはたどり着けない。いいかい？人や社会や世界にとって最も基本的で必要なものが愛であるということ。これはいくら言い続けても十分ということはないんだよ。世界にとっても
ある世界がその破滅から救われるための唯一の力が愛であると認識したときに、初めてその世界は生き延びることができる。文明の基本としての愛を認識できないでいる限り、その星は常に滅亡の危険にさらされるんだ。だってライバル意識や混乱が消えないからね。それが今、君たちの星で起きていることなんだ。このような危険な時期に人類の救済に貢献する仕事ほど重要なものはないんだよ。